さて、今回はですね、新しいお薬探しをぐっと加速させている、ある意味縁の下の力持ち的な、でもすごく重要なツール、PDB フィクサーについて掘り下げていきたいと思います。早速ですが、考えてみてください。今、AI が創薬の世界を大きく変えようとしていますよね。でも、その AI って結局はデータが命なんです。じゃあもし、その元になるデータ、つまり新薬への地図に隠れた欠陥があったとしたら、一体どうなっちゃうんでしょうか。理想は左側。新薬を設計するためのもう完璧な青写真が欲しいわけです。でも現実はというと右側なんです。科学者たちが実際に手にするのは結構な頻度で大事な部分が抜け落ちてたり穴だらけだったりする不完全なデータファイルなんですね。これじゃ精巧な薬なんて作れませんよね。では、そもそもなんでこんなに大事なデジタルの青写真がそんなに頻繁に欠陥を抱えちゃってるんでしょうか。まずはその理由から見ていきましょう。これ実はすごく重要なポイントなんですけど、タンパク質っていうミクロな分子を見るための実験方法そのものに限界があるんですね。そのせいでどうしても見えない部分、つまりデータが欠けてしまう箇所が出てきてしまう。これって例えばがんとかアルツハイマー病とかそういう病気の薬を設計する上でとんでもなく大きな壁になるわけです。じゃあ、その何千何万とある欠陥だらけの青写真を一体どうやって修復するのか。そこで登場するのが今回の主役、修復の達人です。PDB フィクサーはまさにデジタル外科医みたいなものなんです。タンパク質構造のファイルにある問題点を自動で見つけ出して、そして修復してくれる。いわばデータに精密な手術を施して科学的な分析にちゃんと使える健康で完全な状態にしてくれるツールなんですね。しかもこれの何がすごいって、かつては専門家がものすごい時間をかけて手作業でやっていたようなめちゃくちゃ複雑な修復作業を自動化してくれることなんです。これがあるからこそ現代の AI を学習させるのに必要なとてつもない量のデータを一気に準備できるようになったんです。では、そのデジタル手術って具体的にどんなことをやってるんでしょうか。その舞台裏をちょっと覗いてみることにしましょう。DDB フィクサーの修復プロセスはきっちり4つのステップに分かれています。まず骨格となる原子を足して、次に重要な水素原子を加えて、実験で使われた人工的な部分を自然な形に戻して、最後にプツンと途切れた鎖をつなぎ合わせる。この4段階で科学的に信頼できる状態に復元していくわけです。まずはステップ1、タンパク質の骨格を形作っている炭素とか窒素みたいな重原子っていう基本のパーツを補強します。実験の過程でどうしても見えにくくなってしまう部分なので、ここをきっちり埋めてあげるのが最初の仕事です。次に水素原子の追加。これ実はほとんどの実験データからは省略されちゃってるんですけど、薬がターゲットのタンパク質にどうやってくっつくかを正確に予測するためにはもう絶対的に必要不可欠な存在なんです。そしていよいよ最後の仕上げです。実験の都合で加えられた人工的な部分を本来あるべき自然な形に直します。さらに構造がブチッと途切れちゃってる部分、いわゆる欠損ループと呼ばれる箇所を再構築します。このふにゃふにゃしたループこそが実は薬の効き目にもものすごく重要だったりするんですが、ここが再現できないのが今までのシミュレーションの大きな壁だったんです。さあ、これでタンパク質は完璧な形になりました。でも話はここで終わりじゃないんです。それだけじゃ不十分。そのタンパク質が僕たちの体の中で実際にどう振る舞うのか、それを知るにはよりリアルな環境に置いてあげる必要があるんです。そこで何をするかというと、修復したタンパク質の周りを水とイオンで満たした仮想の箱で囲んであげるんです。これによって人間の細胞の中とそっくりな環境をコンピューターの中に作り出す。こうすることでデータがより現実に近いものになっていくんですね。なるほど。一つ一つはすごく丁寧な作業ですよね。でもこの地道な作業がどうやって創薬の世界全体に革命を起こすほどのインパクトを持つんでしょうか。そのスケールの秘密に迫ります。ちょっと想像してみてください。昔はですね、この修復作業ってものすごく骨の折れる仕事だったんです。専門知識を持った研究者が一つ一つ手作業で直していくか、あるいはタンパク質ごとに特別なプログラムを組むか、とにかく時間も手間もかかって大変だったんです。ところが今はもう全然違います。研究者は Python っていうプログラミング言語で簡単なコードを数行書くだけでこのプロセスを自動化できちゃう。なんならプログラミングができない人でもウェブ上のツールを使えば
数回クリックするだけでこの複雑な修復ができてしまうんです。この変化がもたらした影響はもう絶大です。何千っていうタンパク質の構造データを一気に自動で処理できるようになった。つまり AI がその能力を最大限に発揮するために必要な高品質でしかも大規模なデータセットを作り出すことができるようになったということなんです。では最後に、なぜこういう一見地味な舞台裏でのデータ準備がこれからの医療の未来にとって本当に重要なのか、その核心に触れたいと思います。結局この言葉に尽きるんですよね。不安定な基礎の上に建てられた家。もし元になるデータがガタガタだったら、その上でどんなにすごい AI を動かしたって出てくる予測は全部不正確で役に立たないものになってしまう。当たり前ですよね。つまり一番大事なことは PDB フィクサーのようなツールがこの面倒でも決定的に重要なデータ準備を肩代わりしてくれること。そのおかげで科学者たちはデータのお掃除に時間を使うんじゃなくて、この病気のメカニズムは何かとか、どうすればもっと効く薬が作れるかといった新しい発見につながる本当に本質的な問いに集中できるようになったんです。 AI 創薬という未来の医療を支える巨大の建物は PDB フィクサーのようなツールが築き上げたこの確固たるデータの土台の上にあるんです。さあ、この頑丈な土台ができた今、僕たちは次にどんな難病を克服していくことになるんでしょうか。未来の治療法への旅は間違いなく今この瞬間も加速しているんです。